レオはい、今ですねパタヤビーチに到着しました。ちょうどバスはね2時間ぐらいで、到着して、ちょっとねトイレ行ったりして、今ね8時半ぐらいですね。はい、こんな感じです。はい、パタヤビーチです。まだね朝8時半なんで、人はねそんなに多くないですね。よいしょ。はい、こんな感じですね。タイ人のね団体さんが来てますね。リオくんが海を見て固まってますね。リオくんはねパタヤで生まれたんですよ。だからねリオくんのふるさとになるんですよね。約2ヶ月ぶりにねリオくんもねパタヤにやってきました。いや、なんか懐かしいな。なんかな懐かしいですね。約ね2年間ねコンドミニアムをね私も借りてたんですよね。ねねちゃんがね途中から住み出して、で今はねバンコクに移ってみんなで住んでるって感じです。はい、改めましてチョンゲオ。うまい。今日はですねハイボールをね朝から飲んでます。バランタインをねウイスキーをね持ってきました。2日で飲みきれないかもしれないけど、はい、こんな感じです。ゲーちょっと暗いですね。リオくんはチキンをねかじってます。ねねちゃんはリオくんを撮影してます
はい、今ですね、料理がね到着しました。これがエビパッタイですね。こっちがカニチャーハンで、これがスルメの焼いたやつで、これが、ガイトウですね。唐揚げみたいな感じので、これが昨日のね夜の残りをね持ってきました。ピザ屋さんのねチキンとピザですね。でこれが、ガパオですね。貝ダオはついてないです。卵はついてない、はい、でビールとウイスキーと感じです。はい、じゃあいただきます。まいだいな、まいだいまいだい。はい、カニチャーハンいただきます。うまい、うまいよそれ。リオくんがゲンマー、リオくんがスプーンで食べましたね。ゲンマー、リオ、うまい。パラパラでね、タイのチャーハンってパラパラでね、めちゃめちゃ美味しいですよ。タイ米使っててね。でカニの身もいっぱい入ってますね。ほら、ね、何のカニか知りませんけど、おいしい。ちょんげーよ。มัมดิมัมไม่เอาหรอพอแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปเล่นน้ำแล้วเดียวดีไหมเดียวสบาย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 นะ อันนี้ดีนะ兄ちゃんดีไหมสบายนะดีนะเน่จะเลี้ยวดีนะสบายสบายนะใช่ไม่กลัวแล้วไงโยไม่กลัวแล้ว
はい、今ですね、ホテルにね、チェックインして、ちょっとね、シャワー浴びて、ゆっくりしたとこです。はい。ホテルはですね、こんな感じですね。結構ね、いい感じで、広いですよ。トイレとバスは、はい、こんな感じです。で、ここはですね、完全にね、なんか個室みたいになってて、なんか家族連れとかね、めっちゃいいんですよ。この冷蔵庫もね、あって、あとね、このシンクもね、あります。はい。で、洗面、洗面台と、あとトイレとね、シャワールームとあります。こんな感じ。で、今ね、ねるちゃんはね、疲れて寝てます。で、リオくんは今、まったりしてます。ここはですね、ソイ5のね、めちゃめちゃビーチから近いところで、こんな感じでね、目の前にはね、ベストビーチビラっていうね、ホテルがあるんですよね。で、もうね、すぐそこ歩いてね、2分ぐらいで、1分ぐらいかな、ビーチですから、めちゃめちゃいい場所です。こんな感じでね、個室のね、なんかコテージみたいになってるんですよね、こうやって。でね、ちょっとね、部屋の前にね、こういうね、ちょっとしたスペースがあって、こうやってね、リオくんが遊べるみたいなスペースがあります。でね、ここもちゃんとね、門扉も鍵っていうかね、こう閉められるんで、まあ、子供がここで遊ぶには、全然安心な感じですよね。こんな感じで。最近はですね、もうここが本当にもう僕たちでね、ベストビ違うパラダイスビーチリゾートだったっけなっていうホテルなんですけど、もうここですね。ほとんどビーチが近いし、お値段も安いし、まあねねちゃんのね、マッサージがもう本当にもうすぐね、30秒ぐらいなんで、まあ友達もたくさんいるっていうことでね、もうほとんどここに泊まってます。いや、リオくんはね、チェックインしてね、すぐプールに行ってね、ここプールがあるんですけど、プールでね、泳いで、もうサバイサバイですね。もう気分が良くてね、涼しくて、でお風呂入って今すっきりしてね、遊んでます。ねねちゃんはね、ちょっと疲れて寝たいって言って今横になってますけど、りょうくんは元気です。あれな、何ですか、何ですかリオくん、何ですか。
はい、おはようございます。パタヤ2日目のね、今朝7時半ですね。ちょっとね、朝起きて散歩しようと思います。はい、パタヤビーチにね、やってきました。今日はですね、ちょっと曇ってますね。まだ7時半っていうこともあってね、まあ人はまだそんなに多くないですね。昨日はですね、夜何か食べに行こうと思ったんですけどね、寝てしまったらですね、3人ともですね、朝まで起きなかったですね。なんで昨日は出前でデリバリーでね、ケンタッキーをね頼んでちょっと食べたぐらいで、食事という食事をねしていませんね、昨日の夜は。はい、そんな感じでね、朝早いんでね、散歩してる人が多いですね。よいしょ。ちょっとね、ぶらぶら歩いて2、30分ね、歩きたいと思います。ビーチのね、パラソル屋さんはね、今準備中ですね。もうだいたい準備が終わってるところもありますけどね、今パラソルを立てているような時間帯ですね。まああと30分もすればね、おそらくほとんどのパラソル屋さんがオープンすると思います。でね、このねパラソル屋さん、ほとんどのお店がですね、布製のね椅子が50バーツ1日ですね。でソファー付きのね、ちょっと柔らかいソファーがついてるやつは100バーツですね。だいたいどこのお店も同じだと思います。でね、この今見えてるスピードボート、このスピードボートを乗ってですね、向こうに見えるね乱島までね、チャーターで行くとですね、だいたい3000バーツですね。で行きも帰りもね、もちろんこれで帰ってこれます。でいいところがですね、まあ埠頭がね向こう側にあるんですけども、ウォーキングストリートをねまっすぐ突きっていったところに、埠頭があるんですけども、そのね港からフェリーで行くとね一番安い方法なんですけど、そこまでのね道のりが結構ね、タクシー乗ったりしなくちゃいけないんでめんどくさいんですよね。だから私はですね、ビーチでねいつも、頼んでですね、でビーチの前からねこういうスピードボートで出て、で帰りもですねビーチに戻ってくるっていう方法をですね、ここ最近はね何度かやってますね。はい、であそこはですね、目の前に見えてるねファットココはね、インスタ映えで結構ね有名なインスタ映えスポットとなってます。タイレストランですね。はい、基本的にですね、もうパラソル屋さんがオープンしてればね、この時間7時半ですけど、この時間からでもね利用することができます。はい。で大体ですね、朝からビールとかもね飲めますので、注文したらね大体出してくれますね。はい。で向こうに見えてるねレッドステップ、これはねタイ料理レストランなんですけど、
夕方になるとね、生バンドでね、ポップスをですね、主にポップスをですねやってくれます。だから音楽聴きながらね、ご飯食べれるようなお店になってます。はい。でね、ちょっと見えづらいですけど、隣にあるね、お土産屋さんみたいな雑貨店、あそこもね、何気にね、いろいろ売ってますんで、便利ですね。突然ね、なんか必要になったら、買いに行けます。あとね、ビールも売ってるんですね。で、ビールはね、11時じゃないと買えないじゃないですか。だけどね、売ってくれる時もあります。はい、私は何度かね、11時になってないのに売ってくれたことがありますね。はい。でね、今ちょっとビーチロードをね、ソイ1の方にね向かって歩いてますが、はい。でね、向こう側に見えてるね、グリーンテリーっていうね、レストラン、タイレストランは、値段も良くてね、値段も安くて、結構いろいろありますね。アメリカンフードなんかもあって結構いいですね。はい。もうね、パタヤビーチね、ほとんどドンつきなんですよね。北側にね来るとね、あそこのディシタニホテルで一応ね終わりですね。で、あそこから向こう側ね、今度ナクルワエリアって言ってですね、まあ、違ったね、ちょっとこじんまりとしたビーチがいくつかね、点々とあるような感じになります。で、なかなかですね、このディシタニがあるおかげでね、向こう側にねビーチがあるんですけど、そこをねまでね、ビーチを歩いていくことはなかなか難しいんですよ。前にね、ナクルワエリアにですね、2年間コンドミニアムを借りてたんですよ。で、その時にね、何度かね挑戦してみたんですけど、ビーチに出てね、でビーチ沿いで歩いてパタヤビーチまで行ってみようと思ってねやったんですけど、ダメでしたね。やっぱりディシタニで突き当たってしまってですね、ディシタニの中を通ってね出てくるみたいな感じでしたね。風があってですね、気持ちいいですね。まだね、太陽も影で雲で隠れてるんで暑くないです。よいしょ。でね、目の前はですね、アマリですね。アマリホテルと、向こう側がですね、ホリデーインがあります。これね、海沿いのね歩道はね、どんぐらい前だろう、1年もっと前か、3年ぐらい経つかな、前にね綺麗にしたんですよね。この、タイル張りをね整備して、この辺歩きやすくなったんですよね。前はですね段差があってね結構ガタガタだったんですけど、今はね結構綺麗にねなってますんで、歩いたり走ったり散歩するにはめっちゃちょうどいい感じですね。
はい、ここがですね、バタヤビーチ沿いのですね、ソイ1のね方で、下にのホテルのある方ですね。で帰りはですね、逆側を歩いていきたいと思います。ここがですね、プレゴですね、レストランです。ホテルとレストランかな。この辺のホテルはですね、結構いいホテルが並んでますね。こんな感じですね。はい、ここがですね、アマリホテルですね。結構ですね、観光バスがね多いですね。ただ昨日のねビーチ沿いはね、全然ビーチはねすっからかんでしたけどね。でね、昨日ねバランタインのねウイスキーをボトルで持ってきたんですけど、夜なくなっちゃいましたね。結構飲みましたね。確かあれちょっと小さめのボトルだったと思うんだけど、なくなっちゃいましたね。はい、でここね、ホリデーインですね。ここです。このホリデーインもですね、最近このね正面のねこのエリアをですね改装しまして、なかなか綺麗になってますね。アイスクリーム屋さんとかね、カフェみたいなイメージですかね。でね、ホリデーインのすぐ横にですね、セブンイレブンがあります。でその横がですね、両替になってますね。ジャパン円は1万円で今2048ってなってますね。はい、でこちらがですね、私もよく利用するですね、グリーントゥリーっていうねタイレストランになります。オープンはね8時からなんで、今はねまだクローズですね。まあもう準備は終わってるような感じで、はい、まだオープンしてません。でここがですね、パテヤビーチのソイ1ですね。ソイ1ですね。この辺はですね、ちょっと私あんまり来たことないんですよね。まあいろいろね、ピザステーキとかね、レストランとか入ったりしてますね。あと、トップスのねスーパーマーケットもあるみたいですね。あとホステルとかねあります。ここはねコロナの時ね、もうすごい死んでたんですよね。まあどこでもそうですけど、特になんかこの子はですね、すごい古びた感じのところであんまり近寄らなかったんですよね。はい、ここですね。このねちっちゃいね商店みたいなお店、ここがですねビールを売ってくれるんですよね。まあ今日はねちょっと買っていきませんけど、ビール買います。でこちらのですねレッドステップスっていうのがね、朝からねやってるレストランになりますね。で朝はね生バンドやってないんですけど、夕方になると生バンドをやってくれます。はい、今はね朝ごはんを食べてますね、皆さん。でここがソイ2ですね。
パテのソイ2になります。ソイ2はですね、こんな感じでね、あんまり何もないような感じです。で、ここがファットココですね。インスタ映えするタイ料理レストラン。こんなね、これが目印です。ファットココちゃんですね。こういう感じでね、シーフードレストランみたいな感じで、普通にタイ料理も食べれますけどね。ここはですね、ちょっと高台にね、席があってね、海が見れて、非常に雰囲気も良くていいと思います。ちょっとね、普通のところよりお値段は高めですが、まあ言うてそんなに高くないでしょう。街灯とかね、屋台が出てます。で、ここがですね、ソイさんですね。ソイさん、こんな感じでね、ここもあんまりねパッとしないね。まあホテルとかありますけど、特に旅行者がなんか行くみたいな時はないかな。マッサージ屋さんもちょこちょこありましたからね。はい。で、ここもねホテルです。ここ泊まったことないな。で、ここにもね、キッチンジェがあります。2048でね、ここが、バブーナですね。ソイ4の角に、ね、なりますけど、ここがバブーナホテルですね。ここもね、確か6階か7階建てなんですけど、6階7階に泊まるとね、すごいね、海が綺麗に見えてね、いいんですよね。で、隣がですね、なんだっけ、ビーチフロントホテルかな、なんですけど、ここも1回泊まったことありますね。で、レストランがね、ビーチフロントホテルはあってですね、このビーチフロントホテルはなかなか美味しいです。で、そこがですね、ソイ4ですけど、トップスがあります。トップスはですね、前はね、確かファミリーマートかなんかあったんですよね。はい。でね、ここのね、ちょっとした商店もですね、海水パンツとかね、ビールも売ってますね。サンダルとかね、アルファシャツとか売ってます。そしてもうすぐね、ソイ5ですね。ここがセブンイレブンですね。セブン、買うものは特にないんで今日はスルーしましょう。で、新しくできたね、ここスーパーですね。なんて読むんだろう、マッカハ、よくわかんない。それでセブンイレブンの横がね、すぐトップスですね。ここのソイ5の入り口にあるね、トップスになります。トップスデイリー、はい。ソイ6まで歩いてみましょうか。で、私たちが今泊まっているのがここソイ5になりますね。はい。で、ここもですね、コロナの時ね、非常に死んでたんですけど、オープンしてね、復活を遂げましたね。はい。でね、ここもですね、バーになってるんだけど、もうやめちゃいましたね、バーもね。オープンしてすぐね、来てたんですけど、なんかもうやってないみたいですね、バーは。はい。で、ここはですね、夕方になるとね、夜になると結構賑やかに、ご飯食べたりでお酒飲める場所になってますね。ここもなかなかいいですよ。
でね、ここのね、中国工商銀行っていうねビルの中に、トイレがねあります。トイレはねちょっと行ってみましょうか。トイレはですね10バーツになりますね。はい、ここねスターバックスが、ありますね。でここのスターバックスの横にエスカレーターがありますので、エスカレーターでね2階に上がるとですね、左側にトイレがあります。あそこに書いてありますね、2階で。あとねこの下にね、地下にもね実はトイレがあって、そっちも同じようにね、10バーツなんですよね。はい、こんな感じですね。でラーメン屋とかありますね。よいしょよいしょ。でここにはですね24時間営業のねマクドナルドがあります。マックですね。まあちょっとねホテルチェックインするまでにまだ時間あるみたいな時はいいかもしれないですね。ちょっと、コーヒー飲んだりハンバーガー食べればいいと思います。でね向こう側がセカンドロードですね。はい、でねここがねねねちゃんが勤めていたティファニーバーになりますね。ティファニーバーもねまだやってないです。まあね準備中でもないですね。でね、ソイ6をですね、朝のソイ6を通ってね、じゃあちょっと帰りますか。はい、こんな感じで、まずね朝8時前ですからね、全然まあ人もいないんですけど、はい、こんな感じでね、だいぶもう汗かいてきましたね。はい、そういう6はですね、もちろんね、まあほぼバーしかないのでね、こんな感じでね、最近ソイロクもですね夜来てないっすね。もう客引きがね半端なくて最近来てないっすね。ソンクラの時とかねここ面白いですけどね、めちゃめちゃ、まあ、住み込みでいるようなね女性がね今朝ごはんとか食べてるんでね、もしかしてねビデオ回してると怒られるかもしれないですけどね。朝8時前にねソイルクを歩く、そんな動画になってます。はい、なんかね仕事が終わったばかりのお姉ちゃんみたいのがちらほらいますね。帰りのねタクシーかバイクを待ってるのか、はい、まあこんな感じでね、まあ朝ねだいたいどうですかね、もう5時とかそのぐらいまでね営業してるお店もあると思うんで、まだねお店が終わったばっかりですね。まあみんな帰る時間ですかね、この時間。ここにカット屋さんありますね。ソイ6の中にカット屋がある。300バーツ。今日はですねちょっとソイブッカーの方にね、はいということでね、ソイ6を歩いてる途中でねバッテリーが切れてしまいまして、そこからですねちょっともう、諦めました。
であの後はですねホテルに戻ってまったりして12時前にねチェックアウトして、でもう一回ねビーチに行ってパラソルの下でねまったりして、で午後ですね4時のねバスに乗ってきましたね。はい、今回ね、2ヶ月ぶりのパタヤだったんですけど、2日目がねめちゃめちゃ暑くてね、あんまり風もなくてちょっと暑すぎましたね。うん。1日目はね結構風があったんでね良かったんですけど、はい。で今回ですねパタヤまでねバスで行きましたけど、バスのですね、運賃が、137バーツでしたね。窓口で買うと。ちょっと前はね131バーツだったんで、5バーツ上がったのかな、6バーツ上がったのかな、137バーツだったかな、だから6バーツ上がったのかな。でね僕はですね毎回ねチケットを窓口で買うんじゃなくて、ウェブでね予約できるんですよ。でそこで予約してるんですよ、買ってるんですよね。でそうするとね10バーツね窓口で買うより高いんですけど、予約ができるんで安心して乗れるんですよね。でねパタヤまで行く、エカマイからねパタヤに行く時は比較的チケットすぐ買えるんですよね。今日もね窓口で、見たら6時、6時、僕が予約したのが6時なんで6時のね便がまだ券売できるみたいな感じで6時って書いてあったんですけどね。だけどねパタヤからの帰りが問題で、パタヤからエカマイバンコクに帰ってくるバスがもうねすごいんですよ、いつも毎回ね。だからねあれなんですよ、なんですごいのかなと思ってちょっと今日考えたんですけど、エカマイのバスターミナルっていろんなねロットゥとかもういっぱいあるじゃないですか。バスもあるし、ロットゥとかねハイエースみたいなバンね、ああいうのもパタヤパタヤって言ってるんですよ。だからそういうのに乗っかっていく旅行者もいて、だからパタヤはねすごい集中するんですけど人がね。だけど帰りってロットゥ乗り場みたいなのって見たことないんですよね。パタヤビーチの周りでは少なくてもないんですよね。もしかしたらジョムティエンの方にもあるのかなって感じなんですけど、そういえばパタヤってロットゥ乗り場ってあんまねえなと思って、知らないなと思って、でいつもね利用するその137バーツの、バスがですねほとんどメインなんですよ帰りは。だから集中するんじゃないかなと思ってるんですよね。もしくはねグラブタクシーでボルト呼んだりとかしてタクシーで帰るっていうのもいると思うんですけど、そうするとですねだいたいバンコクまで、1500バーツから2000バーツ近くかかるんで、結構10倍ぐらいねかかっちゃうんで、皆さんねタクシーに乗らずに、バスで帰るのが主流っていうかね、ほとんどそうなんですよね。安いですけどねバスはね。でバス停着いてそこからねビーチまでねだいたいタクシーでね100バーツですね。今日なぜか知らないけど普通のタクシーがね230バーツとか高かったんで、なんか一般のねボルト登録してる一般車両みたいなので行きましたね。100バーツ、大体100バーツなんですよいつも。で、ホテルは、あそこのねプールがついてるソイゴの、パラダイスランドリゾートだったっけな、なんかパラダイスって言ってるんですけど、パラダイスはですね大体ね1泊、日本円で7000円ぐらいでしたね。1泊ね、家族3人でね。でプールもね入り放題で別に特に問題なかったんですけど、帰り際にですねじゃあそろそろ帰ろうかってことで荷造りしたら
洗面台の蛇口がねボーンっつって外れて、それで水がねブワーって出てね、ちょっと焦りましたけどね、すぐね下にねこうコックっていうかねあれがあったんで、それ閉めてね止まりましたけど、ですぐねホテルの人呼んで、なんかいきなりボーンって蛇口が外れちゃいましたよって言って笑ってましたけど。でねパラソルはですね、今回ね動画でもあったと思うんですけど、結構ねパッタイ、エビパッタイね、であとガパオライスと、あとなんだっけ、カニチャーハンか、カニチャーハン、あと、ガイトですね、唐揚げみたいな、それとカオニヨンと、あとまあビールがね、ねねちゃんがビール飲んでね、なんか3本ぐらいね大瓶開けてましたけど、で僕はね今回はウイスキー持ってってたんで、ウイスキーとねソーダで、飲んでましたけど、お会計がですね確か1280、1300バーツぐらいだったと思うんですよね。で1300バーツ払ってきましたんで、まあどうなんだろうな、1300バーツ、まあいつもね大体そんなもんなんですけどね。まあなんだろう、たまに行くからね、ちょっといつも使ってるねパラソルのおばちゃんのとこにねお金をなるべくね使うようにねちょっと配慮してるんですよね。よそでねなんか食べ物を買ったりとかじゃなくて、できるだけねそこで頼んであげて、なるべくお金をね使ってあげるようにしてます。ただウイスキーがねないんで、まあ、今回ウイスキーはねちょっと自分で持っていきましたね。で帰りもバスで帰ってきたんで137バーツ1人ね、それで終わりでしたね。特にあとデリバリーでケンタッキーをねホテルからデリバリーしてデリバリー取ってケンタッキーを少しね買ったぐらいで、だからお金はそんなもんじゃないですかね。2日目の2日目のパラソル屋さんでも、800バーツかな入られましたね。ビールが2本だったかな。それでご飯は、今日はですね何食べたっけな、ママタレですね。ママっていうね即席ラーメンがあるんですけど、それをね、オイスターソースとこう炒めたやつで、シーフードをね入れてね炒めたやつ、を食べました。あとなんだろう、フライドポテトかな、フライドポテトを頼んで、つまんでましたね。そんなぐらいでまあだいたい800バーツでしたね。氷とかねもう暑いんでね3回4回って交換してもらって、いましたけど、だから今回はですね本当もうどこも行かなかったですね。ビーチしか。朝ねちょっとご飯食べにナクルワのマーケット行こうかみたいな話もあったんですけど、まあちょっと面倒くさいなってことになってやめようってことで行かなかったですね。で暑かったしね、なんかねもうリオくんがね歩き回ってね、落ち着かないんですよね。だから2日目今日ですね、2日目のビーチなんか隣にねリオくんと同じぐらいのね、子供がいて、それとあとお姉ちゃんが3歳ぐらいのお姉ちゃんがいてね、で砂遊び始まっちゃって、だから一緒にねこうリオくんも砂遊びしてるんだけど、やっぱりね他人の子と一緒にこうね遊んでるんで、親としてはねやっぱ目が離せないじゃないですか。なんかね失礼なことがあったらまずいし、できるだけね目を離さないでこうじっと見てなきゃいけないんで、遊ぶのはいいんですけどね、子供なんで何があるか分かんないんでね、ずっと見てたりして結構ですね落ち着かないですよ、そういうのがね。だから今回ですね2ヶ月ぶりに行ってね、リオくんもねもう歩き回るんでね、ちょっとね旅行の仕方を考えなきゃなっていうふうにねちょっとね思いましたね。今まではね僕一人でねねねちゃんに会いに行ってたみたいな感じで、ビーチでね一人でこう海を見ながらね飲んで寝てね食べてみたいな感じでやってましたけど、
まあ今ねちょっとリオくん一緒にねビーチに行くとね、リオくんも暑くてねかわいそうだしね、だからちょっと考えなきゃいけないなこれからはっていう感じでね思いましたね。あとホテルもね決して悪いホテルじゃないんですよ。ビーチプールもあってね、結構大きいプールがあって結構ね水もきれいで快適なんですけど、部屋がねちょっとなんだろう、コテージみたいになってていいんだけど、ちょっと庭というかね、バルコニーみたいなね入り口のところにこうスペースが動画にも映ってたと思うんですけど、あそこにね室外機があって、クーラーのでね、クーラーをねかけてるじゃないですか、当然ね部屋の中にね。でクーラーの室外機のね熱風がねブワーって溜まるんですよ。ですんげえ暑いの外が。であんまり風も入ってこないしね、暑いんだよね。だからちょっとよし悪しだなと思ってねいます。であとはですね、中がね今回泊まったね部屋がねちょっとなんだろう、臭くてね、臭いっていうのは下水のねなんかこう匂いがねちょっと溜まってる、よどんでるみたいな感じで、あれが嫌だったな今日は。であとね最終的にねなんか水がボーンとかいってね、洗面台の蛇口がいきなり外れて水がボワーとか出てね、いやちょっとまずいなこれはと思ってね、まあホテルもねもしかしたらもう次ちょっとね違うところにしようかなと思ってますね。まあ動画にもあったんですけど、バブーナホテルってあるんですけど、ソイ4ですね。もう近いですよ、海沿いにね、もうめちゃめちゃ海沿いに立ってるホテルなんですけどね、そこのね、少しお金払うとね、高層をねのね高い6階とか7階建てだったと思うんですけど、そのぐらいのね部屋を用意してくれるんですけど、そのね6階7階のね窓からの景色はねすごい綺麗でね、ビーチが一望できてめちゃめちゃ快適なんですよ。ただねそこもね海側に張り出したねこうバルコニーみたいなのあるんですよ、ちょっと広いね。でそこもねやっぱりバルコニーにね室外機を置いちゃってるんで、バーってねこう熱風がねたまるんですよね。あれは良くないですね。あれね設計する時にね多分ね室外機をね甘く見てますよね。だからそういうのをちゃんとやってるホテルがやっぱりね快適なんでしょうね。だから室外機で音もねすごいボーってなってるし、しかもこう熱風が出てるから暑いみたいな感じで、あれはねちょっとねほんとうるさいしねダメですね。かといってね部屋の中のねエアコン消しとくわけにいかないんでね、暑いから、ちょっと微妙ですね。はい。まあ今回はですね久しぶりに2ヶ月ぶりにねパタヤ行ってね、まあなんか懐かしいなって感じでしたね。はい。まあ動画でも話した通りですね、まあ僕とねねちゃんが知り合ったのはパタヤでパタヤでねねねちゃんは最初ねティファニーバーっていうねそういう6入り口にあるねバーでね働いてたんですよ。で僕はそこにね遊びに行ってるうちに仲良くなってね、で、まあ、LINE とか交換して、でその後ね何ヶ月かねねちゃんと会わなくなっちゃって、でたまたまですねそういう5にあるねマッサージ屋さんね、ティップブリっていうねマッサージ屋さんに行ったらねねちゃんがそこでねキャッシャーをやってたんですよね。でまた再びそこでね知り合ってね、でそっからですねちょっとご飯食べに行ったりとかするようになったのが、はい。でねリオくんはねもちろんパタヤでね生まれたんでパタヤ人なんですよね。はい。そんな感じですね。まあだからパタヤはですね面白いんですけど、まあ今日はねちょっとねいろいろありましたね。でねもう一つねなんか地味にストレスだなと思ったのが、あの帰りのねバスで途中で下車できるんですよね。うどんスックとか、あとオンヌットとかバンチャークも降りてたかな、何個かね停車してくれるんですね。で今僕たちはオンヌットエリアにいるんでオンヌットでね降りるんですけど、途中下車する場合はあのね
バスのねトランクあるじゃないですか。横にねバンって開いてスーツケースとかね大きい荷物入れられるんですけど、僕たちはベビーカーを持ってるじゃないですか。ベビーカー結構ね折りたためるんですけど、結構ねでかいんですよ。でね、途中下車するお客さんはそのねトランクにね入れられないんですよ。どこに入れるかっていうと、もうバスの中に持ってってね、で一番奥にですね少しねこうスペースがあるんですね、物を置ける。そこに置くんですよ。だからオンネットが近づいてきた時にね、そこまで取り行ってね、後ろの座席のとこまで取り行って、でこう運ぶんだけど、結構ねでかいのね、折りたたんでもね。だからねぶつかりそうでね、人にね。通路も狭いから。でこうとうかこうとうかっつってね、こうやって歩いてきたんだけど、あれ結構苦痛だなと思ってね、どうしようかなと思ってね、今いますね。一つは方法としてはエカマイまで行ってしまう。だからエカマイで降りるから、トランクの中にねベビーカー入れてエカマイまで行って、そこからまたタクシーか、BTS かで戻ってくる、オンヌットまでっていうやり方か、もしくはもう少しスリムなね、なんかコンパクトになるベビーカーを買っちゃうかですね。買ってでスリム化するか、それとも帰りだけもうねタクシーで帰ってくるかですね。今それをどうしようって考えてるんですけど、多分僕はですね一番最後のねそんなにしょっちゅう行かなくなっちゃったんでね、もうパタヤも行くね、2ヶ月に1回とかね行く時があればね、帰りだけタクシーで帰ってこようかなと。その方がね楽ですしね、気も使わないでいいし、周りの人にも迷惑かけないんでね。リオくんが泣いたりしてもね、皆さん寝てる時にね結構迷惑だと思うんで、そうした方がいいかなと思ってます。はい。ベビーカーもね、小さいの買ってもいいんですけど、今のやつがねまだ使えるしね、なんかもったいないなっていう気もするんでね、そんなに高くないんでね、ちょっともう歩けるようになったからね、少しコンパクトなやつ買ってもいいんですけどね。よくありますよね、ちょっとちっちゃめのやつ。あれは1個買ってもいいかなと思ってるんですけど、それはそれでちょっと考えます。はい。ってな感じで、動画がソイ6のね途中で終わっちゃったんですけども、今回のね2ヶ月ぶりのパタヤはこんな感じで、終わりました。でね、今帰ってきて、まったりシャワー浴びてねまったりしているとこです。はい。じゃあ今日はですねそんな感じで終わりたいと思います。ではでは、チョンゲヨ。